キビの切り札、イソトレチノインについて徹底的に解説していきます。広範囲なニキビ、ボコボコした重症なニキビ、繰り返しニキビができる方にも副作用をご理解いただき、医師の指示のもとで回復していただければ治療効果が高く。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビアート、湿疹などでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、診察していて患者さんからニキビが保険治療ではなかなか良くならないっていう時にご相談され処方するビタミン A 誘導体のイソトレチノインの内服について、イソトレチノインとは、イソトレチノインの作用、飲み方、イソトレチノインを内服できない方、副作用について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、ニキビの治療、イソトレチノインについてよくわかるようになると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。今日はですね、重症のニキビの治療薬、イソトレチノインについて解説したいと思います。イソトレチノインというのは成分名で、商品名としてはロアキュタンやアキュテイン、イソトロイン、アクネトレントなどがありますが、どの製品でも効果は変わりません。この薬は海外では保険適用となっていますが、日本ではまだ3割負担の保険適用には残念ながらなっていません。以前動画でご説明させていただいたリフェリンゲルやペピオゲル、エピディオゲルなどの治療がニキビではスタンダードではありますが、それらではどうしても治らないって患者さんもやはりいらっしゃいます。具体的に言うと、保険の治療や他の治療をしてもなかなか治らないニキビや広範囲なニキビとボコボコした重症なニキビで悩んでおられる方ですね。たとえ軽症でも繰り返しニキビができる方にも向いている治療です。なので今回はニキビの切り札とも言えるイソトレチノインについて徹底的に解説していきます。イソトレチノインはアメリカでは40年前に承認されていて、海外では中等度から重症のニキビ治療に必要不可欠とされていますが、残念ながら日本では厚生労働局の許可がまだ下りていないので、3割負担の健康保険が適用されません。1日1回内服するのですが、6ヶ月ぐらい内服すると、3年から5年にわたってニキビができにくくなり、治療後も 60% ぐらいの方が再発しないと言われています。言い方を変えると、イソトレチノインで 60% の方が完治するというお薬で、重症のニキビの方や繰り返すニキビの方には非常に効果的です。副作用があり、やや慎重に使用しなければいけませんが、あらかじめ分かっている副作用をご理解いただき、医師の指示のもとで用法用量を守って内服していただければ治療効果が高く、それほど怖い薬ではありませんので、保険治療ではニキビが改善しないという方は試してみられてもいいかなって思います。イソトレチノインはビタミン A の誘導体で、ニキビの原因となる皮脂腺そのものを小さくして皮脂の分泌を大きく減らし、毛穴を縮小させるって働きがあります。あと細胞に働きかけて表皮細胞の角化を正常化する働きがあるので、皮膚が厚くなったり毛穴が詰まるという異常な角化が起こらなくなり、また抗炎症作用があるので重症のニキビに効果があるんです。前回の動画でもお話しした主査で、特にボツボツがある主査の方はイソトレチノインで毛穴の炎症が収まり、皮脂の分泌抑制効果により赤みが改善する効果が期待できます。飲み方は1日1回、食後に内服します。空腹時に飲むと吸収が悪いので、食後がおすすめです。量は体重の半分ぐらいの量で治療を開始します。例えば50キロぐらいの患者さんだったら 25mg なんですが、ご用意できるカプセルが10と20の2種類しかないので、20で行います。ただ、これからお話しする副作用のことを考えて、10で治療される方もいらっしゃいます。効果を実感するタイミングは個人差ありますが、早い方だと1ヶ月、遅い方でも4ヶ月ぐらい内服すると効果を実感されます。ただ、
すぐに内服をやめてしまうと再発率が高いので、だいたい6ヶ月をワンクールとして治療すると、ワンクール終了後、35% ぐらいの方がニキビの再発が見られず、その他の方も保険のディフェリンゲルやベピオゲルなどで再発性のニキビをコントロールできるようになります。内服終了後も長期的に効果が持続することが多くて、ニキビができにくい肌質に変わる方が多いです。イソトレチノインで治療ができない方というのは、内服中に妊娠すると赤ちゃんに先天的な異常や奇形が出たり、流産、死産の可能性があるので、内服中と内服後6ヶ月は妊娠はできません。女性の方は妊娠していないことを確認するために、次の生理が始まってから内服するのをお勧めしています。授乳中ももちろんやめてください。男性の方は1ヶ月ぐらいは避妊をお願いいたします。あと内服中や最終内服から半年ぐらいは献血はしないでください。あとね、骨端線の閉鎖って言って、骨の成熟が大人のレベルに達して身長の伸びが止まってしまうってことによって身長が伸びにくくなるので、今身長が伸びてる成長期の方は内服できません。と、肝機能障害や高脂血症、高コレステロール血症がある方とか、イソトレチノインやビタミン A にアレルギーがある方や、うつ病の方は治療ができません。飲み合わせが悪い薬としては、ミノマイシン、ビブラマイシンなんかがあり、これはニキビでよく処方される抗生物質なんですが、イソトレチノインとは一緒に飲めません。イソトレチノインの副作用っていろいろあって、関節痛、めまい、吐き気、頭痛の他に肝機能が悪くなったり、コレステロールの値が上昇しちゃったりなんかがあるので、定期的な採血が必要になります。他にも皮膚がとっても乾燥します。鼻の粘膜が乾燥しすぎると鼻血が出たり、目が乾燥したりとか、あと皮膚の中では特に起こしやすいのは唇です。リップクリームなどで改善されることが多いのですが、もうあまりにも唇がカサカサしちゃったら、主治医の先生にご相談くださいね。内服量を減らすか中止すれば症状は落ち着きます。でも持続性の頭痛や目のかすみとか視覚障害とか吐き気、うつ病とかが出た場合は内服は中止してください。この注意点、副作用の問題点をクリアすれば他のニキビ治療にはない高い効果があり、近年問題となっている耐腺菌の発生も抑制できるのでとても有効な治療法です。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで今日はニキビの治療薬のイソトレチノインについて、イソトレチノインとはイソトレチノインの作用、飲み方、イソトレチノインを内服できない方、副作用について皆さんにお話をさせていただきました。まずはニキビ治療にどんなものがあるか、選択肢を皆さんに知っていただくことで、患者さんご自身と一緒に悩んで治療を選択し直していきたいと思っております。気になる方はお近くの皮膚科を受診なさってくださいね。このチャンネルでは綺麗なお肌を目指す方へ、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになりますので、とても嬉しいです。次回は帯状疱疹についてお話をさせていただきます。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。